介じゃねえか。どうしたこんな時間に。一人でか？眠れねえなら俺と試合でもするか？相手してやるぜ。だと？俺との試合が受けられないってのか？バカ、大戦の前だぞ。ちゃんと手加減するに決まってるだろ。頭と胴は狙わねえ。あんなとこ少々ぶっ刺したくらいで人が死ぬかよ。あんたつまんねえな。健介は弱っちいからな。一人じゃ心配なんだよ。なあ健介、俺一緒じゃない方が良かったか？いや、なんか首の後ろのあたりがチリチリすんだよ。母が機嫌が悪い時とか大体こうなんだけどよ。健介機嫌悪いんだろ。何の光だ？鬼か。とりあえず行くぞ。抜かるんじゃねえぞ健介。おや、健介殿ではありませぬか。どうした？そのような顔で。見てわからぬか？ならば聞く必要もなかろう。戦いの前に酒盛りかよ。随分とまあのんきなもんだな。戦いの前だからこそです。我らとて人の子、こういったものの力を借りて戦意を高揚させる必要があるのですよ。それがなければ誰が好き好んで刃など打ち合わせましょうか。酒なんか飲まなくても刀を打ち合わせるの楽しいだろうが。まあ
中にはそういう方もいらっしゃいましょうが。4もそうだぞ。これで2人じゃな。健介殿は？健介もそうだよな。健介。健介。つまんねえな。まったくじゃ。久しぶりにユウをへこませられるかと思うたのに。それがしは誰ぞの好き放題な振る舞いでへこまされっぱなしですが。さて、誰のことであろうな。健介か？やれやれ、自覚のないお方は。2人も飲んでいくか？俺はいいや。そういうのは性に合わねえ。そうか。お主とは楽しく飲めるかとも思うたが。俺はあんたとはこっちで楽しくやりたいけどな。やめておこう。いずれ戦場でまみえることはあるやもしれんが、今夜はそういった気分ではない。だお。じゃあお前らもとっとと寝ろよ。だお。誰に物言ってんだ、バーカ。して、どうした健介。このような時間にこのようなところでブラブラと。しかもここに来るまで気配を殺すのもしくじっておったではないか。当たり前だ。森のは隠す気もなかったようだが、あれでは健介も見つけてくれと言っているようなものではないか。いつもならもう少しマシだぞ。どうしたのだ。普段の主様らしくもない。見よ、健介。見事な月であろう。このような月を見れば、誰でも杯の一つも傾けたくなるというものよ。ふむ。ゆう。では健介殿、まずは一献。健介、行儀が悪いぞ。この間礼法を学んだばかりではありませぬか。もうお忘れですかな。
それがどうかしたか？そこの沢で汲んできたものです。冷たくて染み渡りますぞ。健介が勘違いしただけであろう。のう、ユウ。いかにも。それがしどもは、今飲んでおるのが酒などとは一言も言うておりませぬ。これだけ悪い気が満ちた中で、悠長に酔ってなどいられるものか。けれど、あの月とこの眺めは、杯を傾けずにいるにはいかにも惜しい。それに、清き水だ。そこらの酒よりは数倍うまいぞ。健介ももう一度飲んでみよう。であろう。いかにも。そこだけは、公方様の目は確かでござりまする。そこだけか。ああ、あとは、悪党を叩きのめすときに、誰を叩けば一番多くおぜぜを落とすかも、よく見ていらっしゃいますな。幕府の大事な油代だからの。そこを見逃したりはせぬ。どうかしたか？案ずるな。ここはお主の知っておる国ではない。それに、縁起ごときで先のことが決まるというなら、足利も鎌倉も、これほど落ちぶれてなどおらぬわ。大きかろう？それは大きいというより、ただの底抜けではありますまいか。こやつめ、そのようなことどの口が申したか？あ、酔った上での失言ですので、どうかお目こぼしを。なるほど。その口は水で酔うか。これほどの良き月を映し出した水であれば、そこらの安酒よりもよほど心地よく酔えるかと存じますが。ならば、それを汲んできた谷川に突き落としてくれようか。この月明かりをたっぷり浴びた沢の水だ。さぞかし気持ちよく酔えようて。おお、怖い怖い。そんなところで酔うたらそのまま溺れ死んでしまいます。竜宮にたどり着く方が先やもしれんぞ。何？酔った上の失言を酔った上での乱行で返すのだ。酔った者同士、突き落とされた優も多めに見てくれよって。谷川に沈んだとあっては浮かぶせもありますまい。まさに死人に口なしでございますな。ふむ。あとは健介が何も見なかったと言い張れば万事つつがなくだ。ご安心めされ。それがしは酔ってなどおりませんゆえ、もし突き落とされればちゃんと化けて公方様の枕元に立ち申す。殺してからも貴様の説教に付き合わねばならんのか。であればやはり酔いつぶしてから落とすことにしよう。飲め飲め。ではもう一本。それにしても良き月にござりますな。一句あげてもよろしいか。許す。ふむ。では、今込むといいしばかりに長月の有明の月を町井で釣るかな。よりにもよってそれか。これはですな、今行きますよと言うた殿方を待っていた姫君が夜が明けるまで待ちぼうけを。それ以上言うでない。おや、
恋する殿方を待ちわびる公方様には。黙れというに。ではお返し願いたい。歌には歌で返すのが礼儀。ちはやぶる神代も聞かず竜田川から紅に水くくるとは。これでよいか。おやおや、なんとまあ物騒な。では健介殿。健介も一句出せ。礼法の時に説明したろ。世もさして楽しいとは思わんが、句の知識は少々持っていた方が良いとな。ですな。ここで場に合った言葉を推と出せれば、付け焼き場でも一流の付け焼き場というもので。いざいざいざ。目下の句は竜田川に落とすのはこやつにするか、ゆう。ですが公方様、健介殿を落とせばたどり着いた竜宮の姫君を端から垂らすことにもなりかねませぬ。それでは健介の思うツボではないか。それが絶世の美女に化身しておってもか。酔いつぶしてから落とそう。足利衆を動員して浮かぶ瀬もを皆潰しておきましょうか。はて、何なのとは。世が主じゃ。それがしは従者にござります。別にそれ以上の関係ではないぞ。ですな。誰が。ご冗談を。世はこれが忠義を尽くすなどつゆほども思うてはおらんぞ。いやはやまったく。それは決まっておりまする。おぜぜ。今さりげなくひどいことを言わなんだか、健介。まあそれは直接に過ぎまするが、本当のところはこうして将軍家に仕えておればそれだけで箔がつきますし、自然と見聞や顔も広うなり申す。条件の良い新たな使い先の選定にも事欠かぬという、まさにそれがしにとっては至れり尽くせりな。まったくだ。今の将軍家にそこまでの箔名があるものか。まあそういうわけにござる。それがしにも思うところはいろいろあるのですよ。こんな糸の切れたタコのような暴れん坊より、
もっとおしとやかな誠の姫君にお仕えしとうございますな。奇遇だな。世も将軍などという役目には飽き飽きしておる。まさに鷹のごとく自由に空を飛び回りたいものよ。公方様のお振る舞いでは鷹は鷹でもよた。ふむ。なら双葉に譲るか。それは明暗。であるがなあ。ですな。公方様は面倒な将軍職を双葉様にお任せできる。そして優は世よりもしとやかな双葉に仕えられる。どうだ、双葉に仕えてみる気はないか。願ったり叶ったりですな。何、あれも足利の娘。覚悟はしておろうさ。小谷に一人残った時点での。もはや権威も箔もない幕府であるが、それでも本当になくなってしまえばおしまいだ。あとはタガが外れた桶のごとく、日の本は鬼のなすがままとなろう。安心せい。世もむざむざ死んでやる気などないわ。公方を双葉に押し付けた後もやりたいことはたくさんあるからな。はて、やりたいこととは？今でも十分以上にやり放題に過ごしていらっしゃるかと存じますが。ふむ、そうよの。まずはゆるりと旅をしてみたいの。ふむ、多くの国々を回り、噂に聞く東津阿波海や富士の山、鎌倉の大仏とやらも見てみたい。鎮西にも行ってみたいしな。気ままな旅じゃ、朝日と共に起き、夕日と共に眠り、路銀が尽きれば野党を締め上げて。じゃが路銀が尽きれば旅はできまい。おぜぜは大事ですな。うむ。将軍たるこの世が今さらどの面下げて働けと申すか。さすがにそれはありませんな。ふむ、そのようなたおやめと一緒にされては困るぞ。世は刀とていくらでも持つし、村を襲う悪漢とて容赦なく打ち倒してみせよう。なるほど、そういう仕事もあるのか。喧嘩をして駄賃がもらえるならまっこと公方様向きの仕事かと。悪人を叩いてそちらからも駄賃をもらっても文句も出まいしな。ふむ、やはりこの戦が終わったら将軍を退いて用心棒になるのがよかろうな。ですな。それがしも全力で公方様を権力の座から引きずり下ろして信ぜましょうぞ。任せるぞ、ユウ。ああ、じゃがその前にしておきたいことがあったわ。将軍職を退くのはその後にしよう。ち。おや、健介殿もいよいよ酔いが回っていらしたか。うむ、主様の子をはらみたい。
公方様、それは酔った上での発言にございますか？水などで酔うかうつけめ。世も正真正銘のシラフである。よほどたちが悪うございます。何がたちが悪いか。夫にやや子が欲しいとせがむのは夫婦なら当たり前のことであろうが。そういうことはこのような場ではなく、根屋でおねだりくださいませ。他人が聞いたら何事かと思いますぞ。ここには他人などおらぬから平気であろう。それがしがおりまする。ゆうは家族も同然じゃ。気にすることはあるまい。それがしは公方様のような気性の荒い親族に覚えはございませぬが。はて、将軍家の親族となればうまく立ち回れば牽制も思いのままぞ。おお、そういえばそうでしたな、お姉様。当たり前でしょう。金と権力は政治の花ですぞ。それがしが権力の中枢に座したならば、周囲から袖の下を思いのままに。淡い灯火のもと、新田やそちも悪よのう、などとほくそ笑みながら、都で流行っておる宗師に、なるほど。このような親族はいらんの。確かに。先ほどは姉と呼べと言っておいて、今度はいらぬと。ああ、お姉様ひどうございます。貴様にお姉様などと呼ばれとうないわ。やれやれ。本音を言えば、将軍家にはそれがしも入りとうございませぬ。権力は欲しゅうございますが、将軍家のお家騒動に巻き込まれるのはまっぴらでございます。ですから公方様のお子はぜひとも将軍職を退いた後に。そうか、丸く収まるならその方が良いな。双葉は将軍になってほしいが、双葉も我が子も権力争いとは縁遠く置きたいものよ。健介は与との子は欲しゅうないと？よく言った健介。褒美にこの戦いが終われば世の妹もはらませること許して使わす。双葉様もとうに健介殿の奥方様ではありませぬか。世と健介の子じゃ。きっと世に似て利発な子に育つぞ。荒々しい子の間違いではございますまいか。黙れ赤の他人。次期摂政としては双葉様が将軍職を面倒がって退位された後のことも考えておかなければなりませぬゆえ。そうか、世の子を双葉の次の将軍とするか。順番ですよ、順番。それにその方がそれがしも実権を握りやすくなる。くくく。悪いか？ならば良いではないか。前に主様も言っておったろ。口にしたことは叶うように皆が努力すると。世は主様の子が欲しい。そして面倒な祭りごとは優と双葉に押し合って、その子と主様とゆるりと旅をして過ごすのだ。皆が丸く収まって万々歳ですな。だがそのためにはまずは天下を太平にせねばならん。そうだ、まずは明日だ。越前の鬼どもを打ち倒し、改めて天下に
我が幕府の意向を知らしめる。あれの考えは少し違うようだが、別に利害がぶつかるわけではなかろう。仲良くやるさ。主様のことで譲るつもりはないがな。では、まずは今宵の寝屋を。それはつまらんな。仕方ないが、先のためならやむなしか。10年20年先の刑を今宵一晩で不意にするのは世も本意ではない。じゃが、ユウ、はっ。もう少しくらい月を魚に杯を交わすのは良いであろう、主様。公方様、ではそれがしは気を利かせて退席を。構わん。ユウがおらねば雰囲気に流されて健介を襲いかねん。番をしておれ。やれやれ、我らが公方様はそれがしに馬に蹴られる役をしろとおっしゃる。